はい、皆さんこんにちは。今回のじっくり車紹介はこちらです。マツダの人気 SUV、 そして私も気になっていたあのグレードに乗ることができました。それでは行きましょう。はい、ということで今回の車はですね、マツダの CX5 スポーツアピアランスのマシーングレープレミアムメタリックになります。はい、車好きサラリーマンのタコーンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回ですね、待ちに待ったというか私自身も非常に興味があったマツダの CX5、 そして一番人気のグレードと言われているスポーツアピアランス、さらに私も一番気になっていた塗装であるマシーングレーメタリックということで、さらにですよ、今回実はですね、マツダさんでやっていたキャンペーンの1週間オーナー体験というのに応募したところ、幸運にも当選しまして、1週間じっくり確認することができました。ですので内外装はもちろんのこと、走りもレポートしていきたいと思います。今回は内外装編ということでお届けして、また次回ですね、走りの方、試乗編の方を編集していきたいと思っていますので、ぜひご覧ください。ということで見ていますが、やっぱりいいですね。このマシングレーの色とフェンダーからモールに縁取られたブラックのピアノブラックの色が非常にコントラストがあっていいです。サイドから見た目も非常に引き締まって見えますよね。そしてブラックのホイール、これもまたいいアクセントになっていると思います。一旦 CX5 のサイズをおさらいしておきますと、全長が 4575mm、 全幅 1845mm、 全高が 1690mm となっていますね。そしてこの1週間オーナー体験をさせていただいたグレードはスポーツアピアランスの XD の FF になっていまして、価格が357万5000円です。皆さんどうでしょうか。このサイズ感や質感、そして価格を見た時に CX5 いいなって多分思うと思うんですよね。ライバルと言えるのはもう SUV のこのサイズでいうと各社出しているので非常に多くあるんですけれども、例えば走りの質感やデザインでいった時に結構ドイツ車なんかが上がってくると思います。そうした時に、BMW、アウディなんかと比較するとだいたい150万から200万ぐらい変わってきますから、非常にこの内外装を見た時にコストパフォーマンスが優れるなと言えますよね。はい、それでは内装を見ていきましょうか。タコーン失礼しますということで、まずドアの内側からですね、このようなデザイン仕上げとなっています。ちゃんとカバーになっていて質感も高いですよね。運転席に乗り込む位置から見るとこのような内装の見た目になります。この時点で結構整っているのがわかると思います。そして乗り込んでみますと、メーターがあってハンドルがこう見えると、スポーティーなハンドルでいいですよね、マツダはね。正面から見たときはこのような感じになります。これまでいろいろ SUV も見ていますけれども、だいたい名前が上がってくるのは、例えばトヨタでいうとハリアー、輸入車でいうと、BMW の X3 やアウディの Q5 といったのが出てくると思いますが、ハリアーとはちょっとデザインコンセプトが違うので、どちらかというと BMW の X3 やアウディの Q5 に近いような感じがすると思いますが、質感でいうと、世代の差などはありますが、Q5 に比べるとかなりコストを含めて考えると
CX5 は優位性が高いなと言えますよね。別の動画で Q5 のスポーツバッグ TDI に試乗した動画もご紹介していますので、概要欄にリンクを貼っておきます。よろしければそちらもご確認ください。そして後部座席いってますね。こちらもいい感じになっていると思います。後部座席だからといって手抜き感がないところがやっぱりいいですよね。そしてスポーツアピアランスのグレードになると、シートはレザー仕上げということで手触り結構いいですね。座り心地も硬すぎず柔らかすぎずちょうどいい風になっていました。後部座席もですね結構広くて、私170センチぐらいですけれども、身長が拳2つ分余裕であるということで、ゆったり座ることができると思います。ちょうど家族の車を探しているところなので、これ1週間オーナー体験させてもらったら結構グラッときちゃうかもしれないですね。続いては、オートテールゲート確認していきましょう。もう当たり前のようについているということで、 CX5 はこのキーから遠隔で開けることができました。はい、これ結構便利ですよね。あと最近高級車系のところでは下に足を入れると自動で開くというのはありますけれども、キーから開けられるのは普通にいいなと思います。下側のトランクの収納はこのようになっていますね。 SUV なので物を積んだりすることも考えられると思いますけれども、 CX5 のトランク容量としては500リットルということで十分に確保されていると思いますね。はい、閉じる時もちょっと自動でやってみます。結構いいですね、この自動で閉じるのは。 CX5 装備面に抜かりなしって感じですね。続いてはエンジンをオンさせて、カメラ関係、パーキングなどを確認していきたいと思います。このマツダコネクトのなっているモニターで見ていくんですけど、パーキングを入れるとですね、アラウンドビューモニターも出るんですね。これ CX5 のサイズだとこの上から見下ろした画面で見られるのは結構止めやすくて便利だなと思いますね。そしてステアリングヒーターか、ちょっと私の3シリーズについてない装備までついてますね。はい、でシートヒーターも当然あるということで、装備面でいうと本当に高級車と同等の装備になってますね。で電子パーキングとオートホールドもついているので、信号待ちの時とか楽なんですよね。これあると慣れちゃうとちょっとオートホールドは必須の機能かなと思っちゃいますね。続いて、ステアリングの右下の方のボタンを見ていきましょうか。アイドリングストップや、これはですね、ここから後ろのトランク開けられるボタンもついてますね。またこちらのビューボタンを押すことによってさっきのモニターのところに車の前方を映すことができますので、例えば狭い路地から出たりするときに確認して安全に出られるということで、やはりこのサイズの車にはあった方が便利だなと思える機能はしっかりついているということになりますね。シートメモリーもちゃんとついていて2つ記憶できますね。やはりCX5 なんかだと、うちもそうなんですけど家族で使う用途が考えられますので、これは嬉しいと思います。結構輸入車なんかだとシートメモリーついていない車種もありますので、結構注意が必要だなと思いますね。私が以前乗っていたアウディ A4 にはついてなかったですね。アウディが嫌いなわけじゃないんですけどね、以前乗っていた感想っていうことで。はい、そしてエンジンルーム開けてみました。マツダのスカイアクティブ D ですね。こちらは 2.2 リッターの直列4気筒ディーゼルターボとなっていて、出力がですね200馬力、トルクが450ニュートンメートルということで、かなりトルク太いですね。運転する時も低速からトルクが太いので
かなり取り回し運転がしやすいですね。そして燃費の方はなんとこの対空を持ちながらスポーツアピアランスでいった 17.4 キロということでかなり優れていると思います。いやじっくり見てしまいましたけれども、やはり CX5 はマイナーチェンジした後にですね、このヘッドライトかなり存在感アップしましたね。形もいいですし、スポーツアピアランスになった時のこのグリルにある赤のアクセント、こちらもスポーティーでいいなって思いました。この綺麗な空と公園にやっぱ SUV が合いますよね。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございます。 CX5 スポーツアピアランス1週間オーナー体験の第1弾として内外装をお届けしました。次回はですね、運転編ということで試乗をお届けしたいと思います。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆様良いカーライフを。